カオシャン空港に到着しましたね。入国審査で防感染症の検査キットが配布されていて驚きました。とりあえずもらえるのならもらっておきましょう。これから広春という町に向かいます。広春って正直聞いたことないんですけど、どこにあるんですか？広春は台湾最南部の町になります。カオシャンも台湾南部ですが、それからさらに南方にありますね。まずは一旦空港から出て高尾駅に向かいます。高尾駅に着きましたので、ここから広春に向かう高速バスの停留所に向かいます。高尾駅では大規模な改修工事が行われていて、一部のエスカレーターが使えなかったりしてちょっと迷いましたね。迷ったのでエレベーターで地上に行きましょう。地上に出たことですし、バスの停留所に向かって歩きましょう。小雨が降っていて嫌な天気ですね。ネットの情報によると、高尾駅の南東部にあるバス停留所から広春に行けるようです。向かってみましょう。ネットの情報だと、ここの停留所から出るバスで広春に行けるようですが、ここで良いんでしょうかね。どうやらここから広春行きのバスは出ておらず、別の停留所に行かなければいけないようです。別の停留所といっても徒歩圏内だったのは不幸中の幸いですね。他社のバス路線になるようでしたが、親切に教えてくれましたね。私みたいな間違いが多いんでしょうかね。ここがさっきのバス停留所で案内された別のバス停留所です。早速バスのチケットを購入しましょう。発音とか気にせずに元気よくヘンチュンと叫びましょう。叫んじゃダメじゃない。運賃は372元、約1800円程度ですね。優しいおばちゃんが次の発車時刻を教えてくれていますよ。こういう優しさがありがたいですよね。広春行きのバスは9188号線バスに乗るようになります。この路線は台湾最南端の岬であるガランビを終点とした路線で、その途中で広春の町に止まります。ガランビって漢字の画数がえぐいですね。ランって読めないでしょ、この漢字。そんなことはどうでもいいとして、朝の6時を始発として夜22時まで1時間に1本のペースで走っているバスになります。高尾から広春まで片道3時間ノンストップで走ります。トイレは事前にきちんと行っていきましょう。バスが来たようですよ。席はだいぶ空いてますね。田舎に行くバスなので基本的には空いているはずです。逆方向になると時間帯によっては結構席が埋まったりしますよ。それにしてもなぜ広春に向かうのですか？それは私が大好きな町だからです。すでに訪れたことがあるんですね。でもバスに乗るのは初めてだったのでは？昔、台南から台湾最南端に向かうツーリングで広春でたまたま一泊した際に、その町の独特の雰囲気に惹かれました。人生でもう一度この町に来てがっつり堪能したいと思いました。どんな町か詳しく聞かせていただけますか？実際に歩き回って感じてほしいのですが、一言で言えば壁に囲われた小さな町って感じですね。進撃の巨人の舞台の街を思い浮かべているんですが、あんな感じですか？実際のモデルは別の町なのですが、感覚的には合っていますよ。変わった街のようで楽しみです。海が綺麗ですね。ここからは海沿いの小道をずっと走って広春へ向かいます。昔、
ちよかったですね。景観が街らしくなってきましたね。もしかして。そうです。ここが甲春の街です。思ったより看板が多くて賑やかそうな街じゃないですか。便利すぎず不便すぎず良いバランスの街なんですよ。そろそろバス停留所ですよ。急いで降りる支度しないと。早く早く。このセブンイレブン横の広場変わりませんね。一人でノスタルジーに浸らないでくださいよ。ここのセブンイレブン横の広場は甲春滞在中は不思議とよく訪れるようになるので、嫌でも脳裏に刻まれますよ。怖い言い方しますね。猫がいますよ。かわいいな。ちょっと座って荷物の整理でもしますかね。うげ。といて、可愛い猫ちゃんは私の横にワープしてきましたよ。可愛いウェルカムキャットってやつですかね。耳がちょん切られていますけど怪我なんでしょうか。台湾の地域猫の印ですね。切られる耳でオスメスが区別できるようになっているそうです。この広場の道路向かいにある建物は警察署ですかね。こちらの建物は今は警察署ですが、日本統治下時の1920年に建てられ甲春の役所として使われていました。今も現役で使われているなんてすごいですね。予約しているゲストハウスのチェックインまで時間があるので、早速甲春の最大の特徴である壁の一部でも見に行きますか。よろしくお願いします。ここが甲春西門の広場ですね。向こうに壁と門が見えます。甲春という町を象徴するこの甲春古城について説明しますね。お城があるんですか？お城と聞くと日本の天守閣のようなものを想像しますが、台湾のお城は基本的に城壁のことだと思ってください。この甲春という町を衛星写真で見ると、現在は町の半周程度が甲春古城で囲われています。かつては町全周が壁で覆われていたんですよ。へえ、この壁はいつできたんですか？この壁は1875年から1876年と言われています。なんでこんなお城を建てたんですか？それに関しては少し長い話になるので、城壁の上を歩きながら解説しましょう。この壁の上って歩けるんですか？秘跡ですが上を歩けますよ。地元の方の散歩コースとかになっています。ここから登るんですね。では甲春の歴史について解説します。日本も大きく関わる話になりますよ。よろしくお願いします。まずはボタン社事件という事件が大きなきっかけとなっています。この事件は当時琉球王国への納税の帰りだった宮古島の船が遭難しました。しかし台湾南東部に66名が漂流したのは良いのですが、まず最初に出会った悪人に身ぐるみを剥がされ、さらに台湾原住民によって50人以上害されました。なんで害されちゃったんですか？たまたま異民族の首を狩る文化がある先住民に出会ってしまったからです。不幸に不幸が重なりますね。文化の大きな違いがあったとはいえ、日本は当時台湾を支配していた清に抗議しました。しかし清派家外の民の起こした事件だと責任を取らない発言をしました。家外というのは未開の地の人ということですね。清は台湾を統治しきれていない部分が事実ありました。だからこのような発言をしてしまったのだと思います。日本はこの事件の懲罰のために台湾への出兵を計画しました。懲罰のための出兵ですか？琉球王国の人が殺されたのに日本が出兵するんですか？そうなんですよ。当時琉球王国は日本と清の支配下にありました。ここで琉球王国に対して恩を着せて琉球王国に近寄るという目論みがありました。ヤクザみたいですね。ただ出兵の準備はしたものの、国内で是非が分かれ一旦は中止になったのですが、西郷隆盛の弟の西郷重道が独断で台湾に出兵しました。過激ですね。この行動、一見暴走のように見えますが、西郷重道という人の史実の行動と後の展開を見ると、この行動は計算され尽くした大胆な行動だったと私は思います。
個人が戦闘しかけて大丈夫だったんでしょうか。大丈夫ではありません。西郷軍が勝手に外国の先住民に懲罰を始めたもんだから清も日本もびっくりしました。今で言うとどこかの自衛隊の基地が勝手に気に入らない外国に攻撃し始めたようなもんですか。一応日清両国語官長官で西郷軍の出兵を認めさせ、さらになぜか日本は賠償金まで得ました。この一連の出来事をボタン社事件というのですが、この事件を受けて新ホテイという不審の大臣はランキャウ地区を甲春県と地名を改め、さらに防衛拠点として甲春城の建設を命じました。ようやく甲春という地名が出てきましたね。要約すると、この城は日本と海突然出兵してくるやべえやつらを警戒して清が建設した防衛拠点ってことですね。そうですね。出兵するきっかけとなった事件は不幸なアクシデントというもので、日本は関与しなくても問題はなかったのに、それを海外どんどん取っていこうぜ派が利用してしまったという感じです。また琉球王国の敵を日本が撃ったという事実ができたので、琉球王国が日本の沖縄県になる琉球処分の流れも生まれました。またこの台湾出兵でのアルタネの成功体験が西南戦争の遠因にもなりました。台湾で起きた事件が日本の後の流れを作りすぎでは。西門広場にあるこの廟をチェックしておきましょう。台湾って街の至る所に廟がありますよね。廟は宗教的な施設の役割の他に公民館的な役割も持っています。ここに祀られているのは三山国王ですね。三山国王は発火の方が信仰していることが多いと言われています。清の防衛拠点のすぐそばに三山国王の廟があるのは説得力がありますね。さて西門をくぐってみましょう。この門って車両が通過できる道路なんですね。大型車両はさすがに通行できませんが、バイクや乗用車はここを通行できます。ただの史跡だけでなく普通に使われているのは良いですね。それがこの街の魅力です。しかもこの西門は改革7号のロケ地としても印象深いです。改革7号って何ですか。改革7号は2008年に公開されたここ甲春をロケ地にした台湾映画です。配信は現在されておらず DVD を入手しないと見れない映画なのですが、60年前の改革7号という現在は存在しない住所へ当てられた恋文を都会で夢破れて田舎の甲春に帰ってきた主人公が手に入れたことで動き出すストーリーがとても印象的です。やや入手性が悪いですが、訪れる際はぜひ視聴することをおすすめします。今度見させてくださいね。もうちょっとチェックインまで時間があるので、この改革7号の主人公の家が記念館として公開されているのを館に行きましょうか。行ってみましょう。猫がいますよ。めちゃくちゃ人懐っこいけど抱っこは嫌なのかな。うにゃうにゃ言ってますね。耳カットされて首輪がされているのを見ると、地域猫と飼い猫のハイブリッドなんでしょうか。改革7号の主人公の家に着きました。あれ、営業してますか。営業時間中なんですけどね。しかも今日日曜日なので開いていても良いはず。映画みたいに窓ガラスを割ってみましょうか。逮捕されますよ。みんな待ってるのに撮りまくってる弾力すごいですね。こんな状況でも撮影できないとインフルエンサーにはなれないですよ。営業していないのはちょっと残念です。そろそろゲストハウスのチェックイン時間になったのでチェックインしましょう。今回宿泊したのはハンズペースというゲストハウスになります。2泊で1260元だったので1泊あたり3000円で宿泊できました。外観からしてかなり綺麗なゲストハウスですね。おそらく最近できたばかりのゲストハウスだと思います。ベッドルームはこんな感じでした。新しい木材の香りがする新しい部屋ですね。ベッドもふかふかでホテルのものと引けを取らない感じでした。ただこの3段目のベッドの高さは怖いですね。シャワールームはこんな感じ。綺麗でキカキカですけど、壁が木目デザインなのは違和感がありますね。シャンプーはありますけどタオル等はないので準備しておきましょう。食事等はこの部屋で行うようになります。おしゃれですね。このゲストハウス清潔で良かったのですが、ゴミ箱がないのでゴミを近くのセブンイレブンまで捨てに行かないといけないのがちょっと不便でした。
とりあえず昨日の香港からあまり寝ていないのでちょっと寝ますか。そうですね、だいぶ疲れました。仮眠したら広春夜市を散策しましょう。台湾といえば夜市。少し早いですが広春夜市の会場に行ってみましょう。ファンスペースから目と鼻の先ですね。ちょうど夜市の準備を慌ただしくやっていますね。まずは広春展望郷にお参りしましょう。エッグタルト屋さんだマカオでも食べましたよね。美味しかったですよね。また食べようかな。狛犬だ。そうです、これは狛犬なんです。狛犬以外何かあるんですが。台湾の廟の前には一般的に石獅子が置かれています。ですが広春展望郷の前にあるのは狛犬なんです。違いが分かりませんよ。狛犬は口があうんになっているのが特徴です。へえ、にしてもじゃあなんでここは狛犬なんですか。この狛犬はかつて存在した広春神社の狛犬がここに移設されたものです。1915年製なので100年以上の歴史がありますよ。こんなところに日本のものがあるんですね。廟の裏に回り込むと今は放置されているようですが、かつては庭園だったようですね。これサンゴ礁でできていますね。小規模ながらも装飾が可愛らしいですね。水が張られた状態で見てみたかったです。まだ夜市は準備中のようです。ちょっと早かったですね。なら日本軍の石碑でも拝みに行きますか。そんなものがあるんですか。ここが日本軍の石碑がある、その名も石碑公園です。そのまんまですね。この階段の上にある石碑が日本軍の石碑となります。あれ、石碑にしては何も書かれてなくないですか。そうなんですよ。この石碑は日本統治時代に作られた中根碑です。日本でも各地にありますね。かつては背面に偽れを弔うためか彫られていたと思うのですが、これはきれいさっぱりなくなっていますね。よく見ると地元の子供がいたずらで何かしら彫っていますね。悪ガキですね。こっちの石碑も文字が読めなくなっていますね。この石碑は兵器整備記念の石組みと書かれています。それにしてもなんで読めなくなっているんですか。日本統治が終わって台湾降伏した際に塗りつぶされたようです。ただぶっ壊さずに塗りつぶす程度でなぜ止めていたのかは謎です。この公園内にはかつて広春の町を俯瞰したような半立体像があります。今いるのはここら辺ですね。今からこの山を登ってみましょうか。今から山登りですか。山なんてありますか。やだな、目の前にあるじゃないですか。高さ20メートルくらいの低い山なんですね。この山の名前の由来はそのまんま猿がいた山のようです。まあさすがに今はいませんが。なんでこんな山を広春という町は組み込んだんですか。中華圏では大きな建物を建造する際は必ず風水を参考にした立地やデザインを行います。サンゴや山を流脈として新府邸は取り入れたくてここにあえて広春を築いたのが私なりの推論になります。あえてこの山を取り込んだような立地ですもんね。日本統治下の広春のこの山に日本軍は司令部を設置しました。この山を整備したのは日本軍が最初のようです。なんか日本いろいろ整備してますね。今歩いているのが頂上付近になります。20メートルくらいしかないのであっという間に登れますね。では山を降りて夜市に戻ってみましょう。そろそろ良い感じになっていると思います。
あんなところに猫がいますよ。いますか？ほらあそこに。よく見つけますね。まだ広場のお店は準備中のようですね。皆さんいろんなお店を手際よく設営していっていますね。みるみるはどんなお店が好きですか？麻雀牌でビンゴするやつが好きですね。本当はやりたいんですけど景品がでかいクッションなので荷物が増えるのは避けたいので今回はプレイしません。でかいクッションは持ち歩くの大変ですからね。日も傾いてきて夜市本番って雰囲気ですね。甲春って小さな町なのに夜市はすごいにぎわいですね。甲春夜市は毎週日曜日にしかやっていませんからね。毎週日曜日ですか。なかなかアクセスが難しいですね。プランを立てるのが結構面倒なのですが今回はうまくいって訪れることができました。気になるお店を覗いて行ってみましょう。これはお寿司屋さんですか？そのようですね。なんか魚卵がカラフルな蛍光色になっていますよ。着色料たっぷりで綺麗ですね。ところでこの気の抜ける電子音は何ですか？これはゴミ回収車のサイレンですね。この音を合図に地域の方はゴミをゴミ収集車に投げ込みます。こういうゴミ回収のシステムなんですね。この串焼き屋さんは串が山盛りで豪勢ですね。こういうのを食べてみたいです。ここは1つ50元の雑貨屋さんのようですね。格闘タイプのピカチュウがいますよ。このキーホルダーは台湾だけでなくアジアで広く流通している偽キーホルダーですね。各国で見ますがこれを量産したり企画する闇工場があるのでしょうね。台湾夜市定番の輪投げ屋さんですね。日本の縁日でも昔はよく見かけましたけど最近は見かけなくなりましたよね。ボトルがずらって並んでるのは壮観ですよね。やばそうな遊具ですね。めちゃくちゃゆるいアジアの遊具って感じですね。あ、カオルジュですよ。中華焼き豚ですよね。よく知っていますね。鉄鍋のジャンでジャンが作っていましたから本物のカオルジュはツォエイなんでしょう。まあどうなんでしょうかね。では買い物も終わりましたのでゲストハウスで食べましょう。朝から何も食べてなくて腹ペコなんですよ。では早速お寿司を食べましょう。なんでさっきの流れでお寿司なんですか？串焼きとかカオルジュとか食べれる流れだったでしょう。そんなの面白くないじゃないですか。食べたいものを食べましょうよ。この色とりどりの宝石のようなお寿司を見てくださいよ。色合いが不自然すぎる。お寿司は1貫約40円とお手頃価格でしたよ。謎の良心価格。人が真心込めて作った食べ物を批判するのは良くないですよ。では食べましょう。まずはこの黒豆寿司をいただきます。わあ、素直に食べるんですね。味はシャリの上におせちの黒豆が乗っかってるだけですね。想像の範囲内の味と次は何なんですかこの巻物。謎巻き寿司と寿司として見ると違和感がありますけど郷土料理と思うと悪くない見た目かなと思います。口いっぱいに甘さが広がります。真ん中に大量のローソンが入っていましたからね。真っ黒いお米が意外にも全く味がしなくて甘さ 100% でした。はい次。これは古い江戸前の寿司、柏漬けの卵のお寿司ですね。こんな貴重なお寿司が台湾で食べられるなんて素敵ですね。いやこれスライスチーズですよね。なるほど。薄焼き卵の代わりにスライスチーズを使って卵のお寿司にするとは。それは卵の寿司じゃなくてチーズの寿司ですよ。まあチーズと酢飯の味なんでしょう。いただきます。想定の範囲内の味でしょうね。全く味がしません。正確には全くチーズの味がしません。酢飯とマヨネーズの味はするのですがチーズの味がしません。じゃあこの黄色いシートは何なんですか？食べれる無味の黄色いシート。なるほど、謎の黄色いシート寿司と。いやー、楽しいお寿司が続きますね。寿司の楽しみはビッくらポンくらいで十分ですよ。次は蛍光イエローの魚卵のお寿司です。いただきます。うまい。蛍光イエローの魚卵のお寿司は美味しいと。色はやばいが味は普通のとびこのお寿司ですね。次は何かの甘辛い煮付けと蛍光グリーンのお寿司です。正式名称がわからないお寿司が出てきましたね。まあ魚卵は魚卵なのでまずくはないでしょう。わあスパイシー。この何かを甘辛い煮付けの味が濃厚すぎてシャリも魚卵も全て味を消し去っていっていますね。まあまずくはないと、つまりは美味しいということですね。まずくはないは美味しいということではありませんよ。最後はタコの切り身にちょっと蛍光グリーン魚卵が乗ったやつです。これが創作寿司としては一番美味しいですね。ごちそうさまでした。でもまだ食い足りないですね。そんなランナンのためにまだ食べ物を購入してあります。はい、お寿司です。なんでまたお寿司が出てくるんですか？もう一点、お寿司屋さ
さんがあったんですよ。香春のお寿司屋さんを網羅する気ですか？右からいなり、謎軍艦に火炎だけ寿司、カラースプレー寿司です。では食べていただきましょう。まずは稲荷から行きますか。お店の方から爪楊枝を渡されたので爪楊枝で食べてください。翔太の寿司の握りの硬さを見極めるシーンみたいですね。爪楊枝で突き刺せるなんてまさかすごい寿司職人では。硬ければいいってもんじゃありませんよ。うまいですね。普通のいなり寿司なんですが。いなりは美味しいと。次は何ですかこの軍艦は。食べてみてください。私は寿司の真の様ですか。これはおかかですね。おかかと米は合いますよね。料理漫画の審査員みたいですね。いなりと同様おにぎりみたいですが美味しいですね。次の軍艦は何なんでしょうか。これはローソンですね。こっちはさっきの謎巻き物よりもシャリがちゃんとしょっぱいから寿司として成り立ってると思います。なるほど、良いコメントですね。次の赤い軍艦は何でしょうか。多分火炎だけと思います。そんなの食ったら死んじゃうでしょうが。まあ食べますか。いかがですか。これはコンビーフを炒めたものと思うのですが味付けがかなり甘さに振っていますね。あんまり正直美味しいとは思いませんね。最後はみんな大好きカラースプレーのお寿司です。カラースプレーは好きですがカラースプレーのお寿司は好きではありませんよ。意外と美味しいかもしれませんよ。口いっぱいにシャリの酸味とカラースプレーのチョコの風味が広がってクソまずいですね。でしょうね。最後にカオルジュを食べましょう。あ、嬉しい。一緒にパケももらいました。スパイスだろ、パケって言うな。念願のカオルジュはいかがですか。ソエイですか、スーですか。びっくりするほど豚の皮が硬くて食いにくいです。あらら。ご飯を食べて一休みしたことですし腹ごなしの散歩でもしますかね。香春の夜は気持ちいい風が吹きますね。ここは香春城北門になります。こちらも車両が通行できるもんなんですね。北門は最も長い壁が残っています。夜も地元の人が散歩していますね。ただ壁の上は逃げ場がないので女性の方は夜の通行はおすすめしません。さて香春城東門までやってきました。こちらの門は歩行者のみ通行できるんですね。西門と北門は自動車やバイクが通行しまくっているのでゆっくり見物ができません。そういう意味ではじっくり見られる良いもんです。じゃあ次は南門に行きましょうか。ちょっと待ってください。トイレにめちゃくちゃ行きたくなりました。面白お寿司がお腹の中で暴れているような感じです。ここらへんトイレないですよ。ダッシュで帰りましょう。南門はそんなもんは明日見ればいいでしょう。トイレにダッシュ。おはようございます。昨日の続きで南門に行くんですか。南門に行きますが今日はバイクを借りていきましょう。そんなサクッとバイク借りられるんですね。今回はこちらのお店のレンタルバイク店で借ります。飛車ですというのがレンタルバイクという意味なのでこの文字を書かれているお店に行けばよいです。バイクをレンタルするのに何か必要なんですか。台湾で自動車やバイクを運転する際は日本の免許証の中国翻訳文が必要になります。こちらは JAF にてオンラインで取得可能です。個人的には中国翻訳文と日本の運転免許証、さらにパスポートの3つの提示を要求されることが一般的かなと思います。ヘルメットも貸してもらえますが半ヘルである場合が多いです。今回借りたのは1日400元の10年以上前の 125cc のスクーターです。車両についての詳細は後でご紹介しますね。500元出すと新しいバイクを借りることができます。ちなみに日本のレンタカーみたいにガソリン満タン返しのルールはありません。嬉しいですね。でも大体ガソリン空っぽまで使われているのでガソリンを入れざるを得ません。あらら。ではバイクについてご紹介します。車両インプレッションというよりも台湾製スクーターの特徴をご紹介します。お願いします。こういうレンタルスクーターで借りるとキムコカシムのスクーターを借りられるパターンが多いです。どちらも台湾のバイクメーカーですね。まずメットインの特徴です。キーオン状態でこのボタンを押すとメットインが開きます。エンジン始動中でもメットインが開けるんですね。あれ、エンジン始動中でメットインが開けますっけ。台湾のスクーターはサイドスタンドが出ていてもエンジンが止まりません。サイドスタンドをうっかり出したまま走ると危ないので注意しましょうね。ちなみに側面の鍵穴をねじってもメットインを開けることができます。ガソリンの給油口はスクータ
ターハンドル下にあることが一般的です。日本のスクーターはシート下が一般的ですよね。台湾のガソリンスタンドはスタッフ給油が一般的です。シートに座ったまま給油できるようになっているんですね。スタッフ給油について教えますね。台湾のガソリンは3ブレードのオクタン価が表記されています。このようなスクーターは95のガソリンを入れておけば問題になりません。なんて言えば良いんですか？上司言うジャーマンって叫べば満タン給油してくれます。給油口を開けるのに手間取ると気まずいので、ガソリンスタンドに入る前に給油口を開く練習をしときましょう。空っぽのタンクに給油も終わったことなので、まずは昨日行けなかった南門に行きましょう。ところで交通ルールってどんな感じなんですか？まず右側通行です。バイクは信号待ちではガンガンすり抜けして先頭に出ないと、後続のバイクにめっちゃクラクション鳴らされますね。基本的に乗り方もルールも荒い感じがします。あとは唐突に車専用レーンとバイク専用レーンが分かれたりするので、日本の道路の運転で車線数減少標識とか見逃しがちな人はちょっと台湾での運転はおすすめしません。なるほど。とかなんとか言ってたら南門が見えてきましたよ。ロータリーの中央に鎮座しているんですね。どこかにバイクを止めてロータリーの中央に行くしかないですね。南門が一番立派ですね。交通量が多いので横断がなかなか難しいね。今だ、突撃。かなり危険なところにありますね。城壁のつながりはないですが、一番豪華な作りをしていますね。猫がいますよ。ここに住んでいるんでしょうか。危なっかしいところに住んでますね。この南門の案内板には日本統治時代、広春に貨物列車の路線があったという記載があります。いろんなサイトを検索してみましたが、この案内板以外で広春に鉄道があったという記載はありませんでした。じゃあ通ってなかったんでしょう。そんなことをわざわざここの案内板に記載する必要がありますか？まあ確かに。むしろ台湾総督府鉄道の観光地図に路線が書かれているのですが、これによると鉄道は広春に通ってなかったようです。じゃあ通ってなかったんでしょう。じゃあなんで通っていたって書く必要があるんですか？それはうっかり書いちゃったんだよ。何かヒントがあるかなと思って過去の台湾旅行の写真を全て目を通したんですが、台湾製糖講師の工場見学の写真があったんですよ。砂糖を作る会社ね。この会社、独自の鉄道路線を持っていて台湾各地に線路を引いていました。お、話が見えてきたな。調べたところ、かつて広春にも製糖工場はあったようです。これがその当時の写真です。確かに路線があるね。このサトウキビ列車は地域の人を乗せることもあったそうです。当チャンネルの南門の案内板の鉄道についての記述の解釈は以上になります。今からどこへ行くの？台湾最南端の岬へ向かいます。確かバランビでしたよね。よく覚えていましたね。広春の町を南に抜けて郊外に出ましたね。ここからは信号もあまりない快速路なので、30分もまっすぐ走ればガランビに到着しますよ。これがさっき言っていたバイク専用道路ですか？台湾の大きな道路走っているとちょくちょくありますね。台北や高雄みたいな大きな街の郊外はバイク専用ジャンクションとかあって、それはそれでテンションが上がります。遊戯王 5Ds のデュエル専用レーンみたいですね。例えばマニアックすぎる。検定あら、また町ですね。ここはコンテイ街という台湾最南端の町になります。この道路沿いのみに店舗が展開する小さな町ですが、台湾屈指のサーフスポットなので世界中のサーファーが集まるリゾート地です。夜は毎日夜市が道路沿いで開かれているので、日没にバイクでこの町を通過するときは通行人に要注意です。最南端の岬を訪れるための駐車場です。ここから歩いて岬を目指すんですね。どのくらい歩くんですか？ここ
から20分は歩きますよ。結構歩きますね。なんかすごい大量のバイクと人がいますね。わあ、BMW やドカティばっかり高級バイクツーリングの一団ですね。ここら一帯はツーリングに最高の道路なのでさぞ気持ちいいでしょうね。さて、岬を目指しましょう。めちゃくちゃ暑い。疲れた。常に春とはよく言ったものですね。ほらほら、最南端の石踏みが見えましたよ。はるばる来た感じがしますね。石踏みの向こう側はバシー海峡を望むことができます。バシー海峡？第二次世界大戦中重要な輸送経路だったのですが、アメリカの潜水艦が配置され日本の輸送船を多数沈められた海域です。多数の日本人の遺体が台湾に流れ着きました。ガランビから少し離れた長恩寺というお寺に弔われました。そんな歴史があったんですね。観光地ではないですけど、興味があったら手を合わせに行ってみても良いかと思います。台湾最南端のセブンイレブンで一休み。何ですかこの植物は？パイナップル？これはサイザルという植物です。サイザル？サイザルとは麻のような繊維で甲春のかつての名産品でした。繊維工場跡地がサイザル工業歴史展示区として無料で公開されています。屋内展示もあるので見てみましょう。展示の色あせが歴史を感じますね。ではサイザル麻について解説していきますね。画面領域が狭いので一旦ランナーも引っ込んでください。サイザル麻の原産はメキシコだと言われています。交雑種とされており、原種は今もよく分かっていません。サイザル麻という名前ですが、麻の仲間ではなく麻のような繊維が取れるからその名が使われています。サイザル麻の葉から作られる繊維は頑丈で伸縮性がなく水に強いため縄や網に使われました。サイザル麻は葉が白い品種と緑の品種があり、白い品種は育てるのが容易ですが繊維としての品質は低いです。一方、緑の品種は育てるのが難しいそうですが繊維の品質が良いとされています。甲春では葉が緑の品種を育てられました。繊維が取れるようになるには苗を植えて3年ほど待つ必要があります。サイザル麻は1901年アメリカを通じて台湾に輸入されました。甲春のサンゴ礁と石灰岩を含む土と温暖な気候がサイザル麻の生育に最適とされ、1902年から本格的な栽培が開始されました。1913年には本格的に工業化され、日本統治下になると戦艦の縄として特需が発生しました。公園内でも日本統治下時代の宿舎の遺構が存在します。かつては神社まで建てられていたようで鳥居が現存しています。1950年頃になると甲春でのサイザル麻は全盛期を迎えます。近代的な設備も導入してここからさらに飛躍しようとした矢先にライバルが登場します。化学繊維です。サイザル麻は化学繊維の登場により一気に衰退してしまいます。サイザル麻農場は徐々に野菜畑にしていき、1983年にはサイザル麻は操業が停止しました。1995年、現在のサイザル麻工業歴史区としてオープンしました。以上です。お疲れ様でした。なんかもう一つしかの施設がありますね。台湾にかつていたバイカシカの展示ですね。台湾にはバイカシカという鹿がたくさんいました。台湾の地名に鹿の字が使われている場所は大体その土地に鹿が大量にいたからという場合が多いです。ちなみにバイカシカは日本ではニホンジカと呼ばれています。奈良公園にめちゃくちゃいるな。それに台湾のニホンジカって分かりづらすぎだろ。ニホンジカは地域アシというのがいて台湾のニホンジカ、つまりバイカシカは台湾固有アシとされています。つまり日本のニホンジカと台湾のニホンジカは違う種ってことになるんだね。バイカシカは16世紀に狩り尽くされ絶滅したとされています。あらら。しかし台北動物園にいたニホンジカを DNA 検査したところかつてのバイカシカの完全純血種と判明し、検定の地に再導入され今は非絶滅危惧種まで個体数が回復しました。それは良かった。ということで次は本物のバイカシカを見に行きましょう。はい、甲春の町周辺まで戻ってきました。こちらは鹿専用の動物園です。こんなところに鹿の動物園があるんですね。さあ早速入場してみましょう。さあ鹿はどれだけいるのかな。
やや、バイカシカというのはずんぐりむっくりしてますね。いや、これカピバラでしょ。ところでカピバラって中国語で水豚って書くんですよ。本当はネズミの仲間なのに豚だなんてかわいそうですよね。いや、鹿は鹿はまた別のゾーンにいました。よかったカピバラだけかと思いましたよ。餌は無料で1カップ分いただけます。持ってボケーとしてたら全部食われますね。鹿が直接餌配布所に突撃していました。店員さんも困惑してますね。鹿だけでなくカピバラにも触れ合うことができましたよ。宝春城北門付近に戻ってまいりました。そろそろバイクを返すんですか？バイクを返す前に北門付近で確認しておきたいことがあります。宝春から東に走ると出荷特別景観区という場所がありました。現在はなぜか立ち入り禁止になっていますね。地下から天然ガスが漏れ出していてずっと火が燃え続けている不思議な景色が見ることができました。これが現在見られないのは残念。甲州東門付近に巨大な炉みたいなのがありますね。宝春倉庫という毎年8月の中元節に行われる大きな祭りの会場です。ここは記念公園みたいな場所ですかね。祭りの起源は諸説ありますが、いずれも新ホテイが関わっていたと。猫がいますよ。この子はテンションが高いですね。めちゃくちゃ人懐っこいですね。耳カットされていないから地域猫ではなく野良猫のようですね。バイクを返却しました。ゲストハウスに帰るんですか？ちょっと距離があるのですが、甲春の町外れにビール醸造所があるので行ってみましょう。自家製ビール飲むならバイクでは行けませんね。猫がいますよ。ここにも猫がいますね。逃げちゃいましたね。あそこにも猫がいますね。ビール缶の上が気持ちいいんですかね。ビール博物館という看板がありますね。ここからがびっくりする道のりになるんですよね。本当にこの先に博物館があるのか？手荒れ果てた道を歩くことになります。本当ですか？本当にこの道の先に博物館みたいな文化を司る施設があるんですか？私も久々に訪れるのでどうなんでしょうかね。野犬がこっちに全力でダッシュしてませんか？逃げましょう。ひどい目にあった。一応営業中みたいですね。ここの博物館のシステムは入場料100元取られます。入場料の100元分館内のお酒が割引になります。実質無料ですね。しかし現在はビール醸造は廃業されているようで無料で博物館の見学ができました。無料なのはありがたいですが、もう地ビールが飲めないのは残念ですね。展示内容はあえて失礼なことを言うと、野犬に追われるような意味不明な立地のくせに展示内容は凄まじく豪華です。なんでメソポタミア文明のビールに関する石碑や像がレプリカにせよ展示されているんですか？ここに来ればビールの歴史が網羅できると言っても過言ではないレベルです。かつては醸造設備があったのですが、現在は撤去されていますね。でも大丈夫です。猫がいますから。そこをさあ帰りましょうかね。野犬に追われないことを祈るばかりです。なんとか野犬に追われることなく町に帰ることができました。それにしても昨晩の面白寿司から何も食べてないので、何か食べましょうよ。マクドナルドなんて芸がないので、甲春の町の屋台のものを食べましょうよ。そうですね、我慢我慢。我慢って言って何を食べてるんですか？台湾マクドナルド限定さつまいもポテト。うまい。ユニークな店名ですね。では甲春グルメを楽しんでみましょう。この屋台ゲストハウスのすぐ横あるのに夕方くらいには行列ができてるんですよね。屋台の雰囲気が人気のある感じを出していますね。ダンスビンって言いましたっけ？これはどんな料理なんですか？創作料理のようですね。孫ヨピンではない、ジャガンビンではないと書かれています。ただ料理名をちいかわ風に言い換えるとサクタマパイって感じになります。へえ、美味しそうですね。1つ50元。人気のローカル料理はどんなお味なんでしょうか？
うまい。びっくりするくらいサクサクの軽い食感ながら台湾料理らしい甘じょっぱい濃厚な味わい。アクセントのバジルがほのかに香味を加えており、中の卵が食べ応えを増しています。これで50元英と200円。安い。ぜひ食べるべきです。昨日の面白寿司とは全く違いますね。次はスイーツにしましょうか。気温が高いので冷たいものが良いですね。台湾といえば日本でも一時期大ブームになった台湾かき氷を食べましょう。ではスイカ台湾かき氷です。どうぞ。これが60元300円ですか？日本だと絶対倍以上しますよ。スイカは正直そんなに甘くないですが、ミルクかき氷の濃厚な甘さと食べると良いアクセントになっていますね。この雰囲気が台湾の田舎って感じで良いですね。これが香春の夜の醍醐味ですね。食べ終わったら腹ごなしの夜の散歩をしましょうかね。了解です。香春城西門の廟の前でおばさんたちが踊りまくっていますね。このすぐ横に香春遊技場がありますので行ってみましょう。ここが香春遊技場ですか？綺麗な公園ですね。昼間は大型アスレチックで遊ぶ子供がたくさんいて賑やかな公園ですが、日が沈むと公園内のトレーニング遊具で軽く体を動かす人で賑わっています。綺麗で良い公園ですね。自重トレーニングですが様々な鍛え方ができそうな施設がありますね。使い方も分かりやすくイラストで描かれています。これはプッシュアップバーみたいなもんですね。この運動はどうですか？全身すべての筋肉が鍛えられるようで効率的なようですよ。できるわけないでしょう。公園のすぐ横には香春郡福徳宮というお宮があります。このお宮は日が沈むと巨大なスクリーンで映画を流したり爆竹を鳴らしまくっていて、それはうるさ、それは賑やかなお宮ですよ。うるさいって言おうとしたでしょ。明日始発のバスで私たちは香春を出るのですが、香春土産が欲しい場合、香春バス停横のお土産屋さんで買うと無難と思います。水着も販売していますので、海に行く人はここで水着を購入すると良いです。さて、そろそろゲストハウスで寝て始発のバスで高尾に帰るのですが、ランランはどうでしたか？実際この町には1泊2日の滞在でしたが、台北や高尾に1泊した時とは比べ物にならない充足感がありますね。そうなんですよね。自分で動き回って楽しみを見つける必要があるので、純朴な旅行体験ができる街だと思います。猫もたくさんいて良い街ですね。
中尾に帰ってきましたよ。次はどこに行くんですか？次は上海です。動画のご視聴ありがとうございました。もしよければチャンネル登録だか評価をよろしくお願いします。長い動画となりましたが最後までご視聴ありがとうございました。高尾滞在中に行ったらお上海準々部という鍋屋さんが良かったのでご紹介します。純豆腐が入ってる鍋ですね。まず嬉しいところはぼっち対応のカウンター席があります。座席の QR コードでスマホから注文するんですね。鍋は1人前160元800円程度ですね。 QR コードで注文カウンターで支払い鍋がやってくるのを待つといった感じです。こちらの店舗鍋を注文するとドリンクバーはもちろん麺やご飯も食べ放題なんですね。さつまいものポテトチップスやアイスクリームも食べ放題なんです。これで800円はお得ですね。もちろん鍋も美味しいですよ。